いやー、何がためになるか分かりませんね。あれ、まさか俺がこんな電線マスターとなったはずの俺が。パイプに邪魔された。確かここって電線伝わらないといけなかったっけ。後ろから行けたっけ。後ろからは行けるな、一応。そう、こんな感じで恐怖に震えながらこうやっていったんですよね。懐かしいな。嘘。いやー、この道具なかったらいろいろと積んでましたね。いやー、これはめっけもんですね。これをここまで活用するやつはいないと思いますけど、普通は活用しませんよね。おっと。もう何がしたいんだ俺は。今の石炭、あれ石炭ですけど、あれ高純度じゃないんですよ。なんかここら辺低純度がいくつかあったような気がしますね。こんな遠くまで来て低純度なのって俺愕然としましたもん、本当に。あそこの高純度の横に近くに石炭あるんですけど、それは普通でしたね。でやっとで高純度見つけた時のあの歓喜、ほんとね、言葉では言い表せないですね。これ実績解除とかなんないかな。おっと、これが普通ですね、この石炭が。おっと、今かっこよくこっちに移ろうと思ったのに。よっと。これで移動した方がいいですね。よし。おっと、ここだね。いっぱい持ってきたよ。よし、行きますか。ここにちょっともうちょっと後ろやって、奥行き10枚、横幅8枚、これかな。ぴったりですね。よし、半地下。はい、半地下完成で、ここに12機、この端っこからちゃんと詰めて、また詰めるとあれか。ここにもうちょっとなんかやってっか。こうかな。よし、発電機、石炭発電で、こう、もうちょっとこう、ダメか、こう、6台で、ここも2マス作ってたよね、確か。スペースこうだね。こっちお互い向き合う感じで、ここも6台。よしよし、とりあえずここクリアしていいか。まとめて作っても反映されませんからね。でこのベルトコンベヤーが270通るけど、今240通ってんだよね、確か。これが240だから今休憩中。240ね。でこれが2で、こいつをフルパワーでもう回すしかないかなと思ってて、で近くに石炭って確かあるにはあるんですけど、またバケモンがいる。ちょっと、いやもうバケモンは勘弁してくれ。400メートル、400、そうか、途中であったやつか。だんだん昔のコツ思い出しましたね。ここら辺か。よっと。そう、なんかね、高純度なものほど多分遠くからレーダーで引っかかるんじゃないかと思って、距離2000とか書いてるやつは多分相当純度いいんじゃないかと。やっぱり低純度、ほら愕然としたもん。でここも低純度だっけ。
低純度。マジかよみたいな。もう絶望ですよ。で、ここ見たら海ですよ。もう本当に。そうそう、こんな景色でさ。あ、もう俺このゲーム終わっていいんじゃないかなって思ってましたもん、ここ見て。こうやって。もう果てまで来たよな、絶対って思って。あ、あれなんだ。あれなんかのストーンか。マジで愕然としたわ。懐かしい。もうやめようかなと思いました、本当に。ね。ここ来て2つあって、これ高純度2つだったら北海があったぜって思ったら低純度2つっていう。ね、まあしょうがない。もう普通のやつで我慢するか。待って。あれ低純度2つ。低純度2つって、そうだよな。低純度でも普通でも、密度によって消費電力って変わらないんで、フル稼働してる場合はどっちみち電力同じなんですよ、消費電力。で、倍々でこの採掘量増えるんで、パワーシャードでオーバークロックしても普通は、そうだね。普通のやつは、低純度を足したのと同じなんですよ。消費電力2倍で。なので、生産で採掘機が、あ、置けないか。そっか。はい。お、マジ適当。よし。これね。はい、2個ね。はい。もう慣れたもんですよ。はい。これで、はい。電気ちょうだいと。で、これで、消費電力12で、発電量120なんですよ。だけど、これを200にしたい。240にしたいんで、これで、この消費電力12が、ほら、あ、2倍、正確には2倍じゃないんですね。まあでもこれで60増えて、まあ、低純度のやつと同じなんですよ。で、これで、200% で240。これですね。向こうのやつ持ってきても多分同じなんで、手間も考えると、こっちの方がいいですね。ね。ちょっと、やめよう。ちょっと待って。今やめようって言ったのは、俺、なんかこの距離を見たら今ジャンプしたくなりました。ちょっと待って。ちょっと。俺は自分の性格が分かってる。絶対俺はいつか試して絶対落ちて後悔して、躍起になって何度も練習するタイプ。やめとこう。よし。今のうちに安全なラインを引いとこう。見えないな。怖いな。逆に慣れて落ちそうな気がすんな。待て。あー、クーポンでフェンス付きなんかあったよな。そういうのがあったけど、一応引いとくわ。コンクリート余ってるし。余ってはない。正確に言うと余ってはいない。よし。なんで余ってるって見栄を張った。ちょっと待って。これでこっちちょっと隙間も埋めよう。安全で行こう。こんな端っこで死んだらもう、まあ今ハイパーチューブあるけどちょっとそういう野暮はなしでお願いします。で、ここで一応スタックで、なるべくスタックやった方がいいっていうことがだいぶ後になって分かりましたね。まあなんか理由はなんて言えばいいんだろうな。まあ理由は楽だから、後半楽になるからってことなんですけど、ここを増築する予定もないんですけど、これ地面に直に引いてると、まあ通るときに邪魔にならないっていうのと、まあここに置いたって結局こうやって下通れるんで楽なんですよ。で、2段目作るときにこれも置ける。まあ1段目地べたに置いてやりゃいいじゃんとか、ベルトコンベヤー上に上げりゃいいじゃんとかいろいろあるんですけど、まあ高さ均一化してるんで、まあそれはそれで楽なんですよね。で、ここ来て、で、ここで分岐器を、分岐器両方いっちゃう？いけちゃう？お前いける？本気で。ほら、こうやって。分岐器いけるかお前。いけるか本当に。信じていいのか。また中央に置いてあげるのか。ベルトコンベヤーの影出てる？ほら、出てないよな。こんな数増やしても何も起きないし。
ダメだ、やめとこう。ちょっと下手なことはしなくていい。このままこうやってこのラインの中央に乗るようにしよう。でこうやって寄せて、でこのままここら辺、よし。なんかずれてない？ 1 台分ずれてない？なんかずれてんな。これまとめて消すか。よし。発電機。ここだね。ここでラインの線が出て、こっち向けて、線出てるね。で後ろに寄せて、でなるべく前に寄せて、このラインでいいのかな？ここでいいのかな？2マス空いてんね。大丈夫だね。これだね。ここで6基分、反対側に6基分やめて、前には寄らないで。よしよし、よし、オッケー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 。いい感じいい感じで、分岐器を今両方に出た？両方に出たな。お前分かって出てる？出てないね、絶対。分かっては出てない。やっぱりちょっと奥行きが変だな。こうだね。よし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 、オッケー。あれこれ400個ってちょっと少ねえな。足りるよな。いや、足りてくれ。足りてくれ。よし。全然400足りるな。よし。で、ここぐらいでバシッと一発決めて、でこの横でもう一歩奥。よし。ダメか、やっぱ真正面からじゃ難しいか。いやいや、ちゃ。よし、来た。これでもりもりっと分かれてくんだけど、ここ入らないよね、全部詰まるよね、すぐ。あれ補充されてくない？意外と。いっか。じゃあいっか。補充されないのかなって思ってたけど。電線あいつ活用しまくってるな、俺。まだまだ余裕あるね。じゃあここら辺にペロって。でここで間にどっかの間に置けばいいんだけど、ここにか。で向こう側にも。おっと、よし完成。あれ近すぎる？いやそんなことないね。あれどこ？よし、待って。
よし。よし。これでもうみんなそうだね。よし、じゃああとはポンプですね。オープンないで、ポンプもここら辺から引いちゃうか。2段下になってんだ。じゃあこれも同じように2段下にやるか。こうやって、まあ引けないわな。これコツを覚えて、俺こうやりゃいいんですよね。いや、俺完全に間違えたな。まあいいや。で、こうやってこうですね。で、ここもあれ下に引くってやって、こうやって OK。 向こうにちょっと引っとくか。よし。で、ここにポンプバーって、ここにもポンプバーってやっていきますか。そうですね。で、3台3台やって、で、倍になったらあっちも増やす感じで。そうだね。そうだね。多分それやりやすいかも。よし、ポンプ。はい、ポンプマン。はい、おいでおいで。もうちょっとこっち寄っといて。あ、これがいいのか。お前このラインが好きなのか。待て、こっちか。あれ、ポンプってモッドで増やせないんだ。1台で、この方向を維持したまんま、あ、こうか。ギリギリ2台。あ、やば。ちょっと2台2枚引いて、であと1台。ちょっと真正面向いてもらっていいですか。はい、3台。うわ、いかつ。これもこっち向いてもらって。うわ、逆にこれ通路1個だけだとなんかあれだね。ちょっとおかしいね。角度はこれでいいか。1台。あ、大丈夫か。2台で、ガイドライン連結3台。よし、来た。12台12台だよね。6台が4列あって、そうだね。よし、電柱どうしようかな。で、これはどこから引いた方がいいのかな。ここら辺から真ん中1個ぶち抜いて、ここからパワーっていく感じ。そっちの方が正しいのかな。どうしよう。パイプこう引いて、2本のパイプ引かなきゃいけないから、こう来て、こっからだけど、こっから回した方が俺なんか綺麗なような気がすんだよな。まあ綺麗って今更言ってもしょうがないけど、まあまあまあ、そうやりますか。じゃあ真ん中に電柱置く感じかな。そうだね。じゃあパイプ作るモードにしてと。よし。相変わらずこのね、隅っこね。で、こうやって。当たってるよね。当たってる。ちょっとなるべくこの間に置きたいんですよね。ここね。で、この状態でなるべく横に移動させて、同じようなとこにこう。で、ここからがちょっと。で、ここら辺で、向こうからこう来てるから。そうだね。こもう一個上置けるよね。はい、ギリいける。はい、ギリで、そこから来たのがここで受け止めるか。あれ違う。コントロール、あれ、あ、上ね、2台。はいはい。こうだね。
こう来て、いやまあ実際にできるかやってみないと。まずいけんねえ、いけんねえ。でここはいけると思うんだよ、ほぼほぼ。これは上の方がいいかな。でこいつは近場の子。なにー、ちょっと待って、なんだよ、上からやったらいけるかもしれん。明日上、くそー、こいつだけ1本余分に作んなきゃ作んなきゃいけないと。じゃあいっか、こいつはじゃあ上の段にしますか。でもう一つは下の段で、よしと。はいはい、オッケーオッケー。よしよし。だいぶなんか作るの早くなったよね、ここら辺の。慣れたもんだね。よし。で、ああ、そっかそっかそっか。ここね。10時。はい、10時。ちょっと斜め、いや、反対側に斜めに向いてくれ。よし。で、ここも同じような感じで、向こうに斜め。よし。ね。これ、パイプがマーク2になっても同じ感じで。マーク3とかあんのかな。マーク3さらに2倍だよね。横広になるな。まあ海側だからあんまり気にしてはいないけど、まあ水を汲み上げてるだけだしな。あ、そっか、ダメだったか。じゃあ真横じゃなくて真下だと多分 OK だよね。うん、まあ真下の方が綺麗なんだけどね。まあ、なんとなくこうしたいっていう希望があって。向こうは OK なんだけど、ここはダメなんだね。より近いのかなよし、あとは電線か。こいつ確かパンパンだよね。間違えた。電線パンパン。はい、パンパンですね。ダメですね。あいつにまた頼るか。よし、来た。まあ、ここら辺で一旦1本置いて。で、こっから、ここに置けないんだよね、確か。そうだね。ここの4台賄えるように、ここに置きたいけど、やっぱそっか、ここになっちゃうか。で、マーク2にして。これって間に置いたっけ、俺。間に、まあ、せめてものあれで間に置いてんね。ただこれもここか、端っこか。で、バージョンアップはしておこうね。はい。危ね、落ちるとこだった。で、これから。よし、はい。はい、水をガンガン組み上げてって、この2つが、あ、これ斜めにすればよかったな。まあ、しょうがねえか。いや、しょうがなくないな。これで、これ2段置いたらどうなる？いけるかい、坊や。あ、ポンプもないとダメだ。忘れてた。ポンプ。うわー、どうしよう。ポンプここにやるか。あんな繋がってるところじゃ無理だよね、ポンプ。ここだね。これ、余ってねえな、思ったより。向こうと繋げるなりか。よし。まあでもこっちでも使うんだよな。こっち使うか。しゃあない。よし。ポンプって全然使わないからな、電力。思ったより使わないっていう。
でここでこいつも上に1個伸ばして、こいつもでここからいっか、同じやり方でどんどんやっちゃえばいいか。そうだね。ここの上に置けないんか。ここだと置けんのか。これどうだろう。これできんのかな。一旦奥まで行くか。これ場所悪いか。場所悪くはないね。そんなに悪くはない。そんなにっていう言い方がちょっとあれだけど、ここね。いやよし、できた。これで一旦、まあ端っこだから。マジか。上 OK なんか。逆にこいつは下 OK か。じゃあこいつ上ね。はい。よし。OK。まあ早速水流そう。上乗ると通らないかな。よし。はあ。できた。まあどっちが上下使ったかちゃんと覚えとかないとね。左側は下使ってんのね。はいはい、わかった。じゃあここでこうやってここか。ちょっとずれるけどここに作っとくか。まあいいや、左側はこれでいくか。左側が下ね。よっと。よし。よし、これでよし、これで6台分全部で、今度はここか。ここがこう来て上だよね。上から使うやつ。おお、ビビらせんなよマジで。危ねえ、怖っ。やめてくれ本当に、そういうのは。よし、今できないかと思ったもん、上からやつで、ここでよしよし、はい、ラスト。でしばらく待ったらもう安定するから、よし、50計算で実際は45使うから、大丈夫だね。で3600までいくはずだから、まあ安定するまで待ちか。1100、1200。まあまあ今は電力ないよねっていう感じだね。よし、 OK。 こいつが邪魔してんのか。いや
あ、長かった。先にこっち送った。あ、そっか。奥やったけど手前から繋いだから、多分手前のやつが終わらないと、手前がパンパンにならないとダメか。おっほ。並んどるね。やっとるね。で、ここか。はい、ここパンパン。で、ここははい。はい、いいよ。いいよ。で、こっちははい、いいよ。あれいけない。向こうに行けない。で、ここが今ちょっとずつ7と8行き来してるけど、これが9になって、はい、9と8で10と9、あ、11になってる。はいはいはい。 OK。 あ、3600とかになってんね。よし OK。 はい、発電量2倍達成。もうしんど。うわ、ゴリゴリだわ。何気に第2工場とかあんまり作る予定なかったけど、銅工場とか鋼鉄工場とか作ってるから第2第3作ってるよね。よっしゃ。うん、よし OK。 やっと終わった。やっとですわ。ここのオーバークロックもいい感じだね。200、240。うん、OK。最大 250% か。そうそう、こいつが消費電力 36.4 だけど、こいつはこの12。まあ電力の問題じゃないけどね。これってこいつが2倍になっても、2倍になったら480なんだけど、多分ベルトコンベヤーマーク4って2倍だから、多分2倍だからちょうどいいんだよね。やっぱ高純度が。正直これぐらいの電力だったらいくらかかってもいいんだけど、いくつも合わせるのが手間だしっていうのもあって、まあまあまあいい感じですわ。いやー、よかったよかった。あー、しんどかった。俺なんでこれ使おうとしたの。これだ。はい、じゃあ戻りまではカットしますか。そうですね、カットしますね。はい、すいません。ちょっと途中でトカゲ犬見つけたんで、そういえば俺ティム試したことねえなと思って。あ、仲間になった。トカゲ犬何か見つけたか確認。あれ、もう仲間になったんだ。動けないんだけど。何かを見つけたか確認。いい。まあ、いっか。で、ついてくるんだよね、確か。はいはいはい。結構ベリー食いましたね。こいつもティムできんか。お前もティムできるんか。お。無理か。よし。いっか。ついてこれんのかな、ここの中。よっ。お家帰るよ。あ、ダメだ。置いてけぼりだ、あいつ。よし。これで、何作るんだっけ。ゴムか。ゴムは、精製機が必要で、これは、銅のシートとパイプ。モーターはいっぱいあるね。コンクリートもギリギリ足りそうだね。銅のシートだけ補充しとくか。で、パイプライン引いとくか。パイプラインじゃない、ハイパーチューブ。ハイパーチューブは引いとくか。で、あそこの石油工場までは1000個単位で、確か3往復だったかな。1000個単位で3往復。いや、そんなにあったかな。いや、だけど、そんぐらいいったよな。まあまあまあ。一応1000個持ってくか。なんか足りなさそうな気はするけど。そした
したら同じ数でパイプも必要なんだよ。パイプはこれぐらい持っときゃいいか。よし、行くか。パイプラインを引いて、パイプが補充されていく。うわー、これ何？あれ鉄鉱石か。ローター詰まった？いい加減詰まったよね、ローター。まだ詰まってない、このライン。うわ、ローターが流れてきてる。まあいいや。上に詰まったやつはまた取るわ。上に詰まったらまた取るね。よし。で、パイプチューブは、あった。これだね。高純度原油。そう。あれがあるとこで、プラスチックなやつからいくか。プラスチックのやつ使っていきますか。じゃあ1番で、これ引いとくか。ここに、似たようなラインに。こっちかな？ 1 個後ろかな？で、一応、申し訳程度に電線だけ通しとこう。電線どっから引いてる？これか。で、ハイパーチューブで、900個か。そう、ここに起きてんだよな。こういう感じで。いや、無茶かな。いや、無茶じゃないな。で、これを、どんどん、最初からこれがあるとやりやすいんだよね。手間が省けるというか。よし。で、向こうか。よし。いいね、いいね。トカゲ犬？犬トカゲ？あいつどこ行った？まあ、餌あげたから満腹で寝てるのかな？いや、そんなことないよな。どこ？こっちか。よし。そういえば、まあ話題全然変わるんですけど、今自分ってフリーランスでやっていて、まあスキルアップと収入アップを図って、ちょっと新たな分野に挑戦しようとしてるんですよね。で、まあそれがうまくいくかどうかがちょっと今、わからないっていう感じですね。で、まあ何に挑戦してるかっていうと、まあ、なんだろう。IT 業界なんですけど、IT 業界の中でもっとより専門性を持たせた職業になろうかなっていうことで、なんかあるんですよね。なんだろう。一般の人だと、はって言ってる。元気そうだね、お前。なんか IT 業界って本当に多種多様なんですよ。なんて言えばいいんだ。まあプログラムも何の言語を使うかによって違うのはあるんですけど、まあ同じ言語を使っててもそれがウェブ系か業務系かでだいぶ分かれたりとか結構あるんですよね。で、同じプログラマーでもそのウェブ系、業務系、ゲーム系、あとは、業務系でも金融システムだとまたちょっと考え方違ったりとか、その組み方っていうかプログラムを作る時の心構えが違ったりはするんですよね、そこら辺までいくと。なんでなんかいやこんなやり方じゃいいの作れないとか言っても、いやいやと、まあゲームだと予算があればいやいやまあそうだねっていう感じになるかもしれないんですけど、業務系でお金がないやつ、まあ小さいプログラムもあるんですよね、本当に。そういうやつだと、いやいやもうスピードを出せよと、お前書くスピード出せと、
多少質悪くても、まあ、テストで潰せと。まあ、テストでバグ潰すのは当たり前なんですけど、で、実際に大きいバグ出ても、まあ、なんとかなるから、とりあえず書けと。動くもの作れと。まあ、そういうところもあったりで、まあ、ピンキリなんですよね。そのやり方も。結構。今まであった中で一番、今まであったっていうか、まあ、大体、結構しっかりしてるなって作るところは大体金融系ですね。金融系はやっぱり結構がっつりしっかり作っちゃいますね。で、逆に俺ゲーム系はないんですよね。プログラム。まあ、プログラマーではないんですけども、今は。なんか難しいですね。説明が。まあ、面白かったのはもう今は話していいと思うんですけど、昔、プレステ4の開発で、ハード系も、あ、そうか、プログラマーってハードもあるんですよ。プリンターの開発とか自分やったりして、組み込み系って言ってまた違うジャンルなんですけど、プログラマーの中でも。で、プリンターっていわゆる画像処理じゃないですか。まあ画像処理だね。そこの流れからプレステ4の開発のチームに加わらないかっていう話あって、面談受けたんですけど、3次面談だったかな、その時。なんか3次面談ぐらいまでして、まあ、どんだけ下請けだよって思いながら、まあ、受けてたんですけど、まあ、結局落ちたんですけど、面接は。まあでも、すごい、ゲーム好きなんでやってみたかったですね。本当に。いずれはゲーム開発とかもちょっと携わりたいなって思ってたんで、まあ、やってみたかったんですけど、全然残念ながらダメでしたけど。ね。いやー。まあ、あれはあれで開発してたらなんか人生変わったんですかね。でかいゲームとか開発携われたりしたらよかったですね。だけどもうちょっとなんかプレステって厳格でめちゃめちゃ厳しいなんか人選でやってるかと思ったら結構フランクに話してくれて、ああそうなんだとか、あそういうことやってたんだとか、面談の時は結構なんだろう、まあこっちが言うのもあれですけど好印象でしたね。ああこの人すごいいい人だなって思いながら面談は受けましたね。やっぱいい雰囲気作りできるその人たちがいる中でやっぱいいものができるんだなっていうのはすごい実感はしましたね。やっぱどうせ作るのは人間なんで、いい職場関係っていうか、職場がいい雰囲気じゃないといいもんできないですよね。その、なんだろうな。難しいですよね、そこら辺、多分。なんかサボり癖がついたチームはダメなんですよ。その、和気あいあいと品質が悪いもん作ってく。いいよ、こんな感じで、みたいな。じゃなくて、まあ、しっかりしてるけど、まあ、和気あいあい。失敗しても、まあ仕方ないね、頑張ろうよっていう、そういう風に言える現場。けど厳しいみたいな。なんか矛盾してるけど、多分そこら辺両立しないと本当にいいもんってできないですよね。ね。まあ同じミスが何度もなんだろう。発生してたらさすがに、この、まあ俺は切れるぜみたいな感じで、お偉いさんが切れる。まあそこは当たり前なんですけど、まあ人間だもんっていう感じのミスに対してもしつこく切れるのはちょっと違うよねっていう。まあ、だけど、まあ一貫して言えるのは大体の、なんだろう。組み込み系だと医療機器の組み込みとかあるんですけど、そういう組み込み系とかしない限り IT 系ってほとんど人命には関わらないんで、どんな大きなトラブルを起こしても、まあまあ、システムダウンでニュースに載るぐらいなんですよね。そうなんですよね。自分も大きいミスしましたけど、新聞には載らなかったし。まあ、そうですね。その時はなんかまあ笑っちゃいけないですけど、自分が大きなミスした時はそれのリカバリーで、何人ぐらいだろう ?200 人ぐらいが貫徹しましたね。残業しましたね。貫徹してましたね。余波がでかすぎて。まあでも、新聞には載らずに、システム上安心して動いてましたよ。まああれはね、結構新人だったし、しょうがない。
そう懐かしいな。俺あの時本当にこのトラブル終わったら死のうと思ってましたもん。もうダメだ俺死のうって、今なら言えるんですけど、なんかもうあまりにもトラブルでかすぎてなんだろう、ミスが分かって、いやこれ規模でかい、でももしかしたら規模小さくなるかもっていうその淡い期待を抱いてる時に、まあ規模はでかかったんですけど、まあ予想よりちょっとなんだろう 1.3 倍ぐらいでかかったんですよ、自分が持ってるより。でそれでもう気分悪くなって、まあなんだろう、その事故を起こした当事者なんで、まあまあ俺帰りますってできないじゃないですか。まあなんでそれも相まって、なんかもう俺気分悪くてもうトイレで何度も吐いてましたもんその日。まああまりにももうめまいとかじゃないですね本当に、もう修羅場ですよあれ。なんだろう今、なんだろう今後、なんだろうな、なんて言えばいいんだろう、なんて表現したらいいんだろう。とりあえず10年ぐらい寿命縮まってもいいから時間を戻してくれと、1日だけでいいから戻してくれ、10年の寿命を使ってもいいからって思いましたね本気で。その1日戻すためだけに。いやーあれは本当に気分悪くなった。今でも覚えてる。で下っ端だったんで、その時の現場のリーダーさんもいて、でその人は本当に気分悪くなって、もう帰ろうとした逃げるって意味じゃなくて、もう気分悪くなりすぎて仕事ができないと。まあそんなのを見てたら俺帰れないですよね、どんなに気分悪くてどんなに吐こうが。まあ結局自分3日間寝なかったんですけど、さすがに3日目過ぎた時ぐらいにもうなんか意識も朦朧としてて、で一応仕事はあるんですよ、あれやったからこれどうなってるっていう、そのまあ機能っていうかそういうので残ってたんですけど、もういわゆるボンミスみたいのが出始めて、でもうなんだろう、いやもう自分のせいでこうなってるのはわかるけど、もう正直仕事できるその体調じゃないと、なんかもう帰ってお風呂入って寝たら戻ってくるから半日だけ休みくれと、半日だけ終電でなかったら電車がタクシーで何でもいいから来るからちょっと帰らせてくれって言って帰りましたねあれはね、あれは本当につらかった。本当死のうかと思ったもん、これ片付いたら俺はもう切腹だみたいな。あれは本当つらかったな本当に。新聞に載っても結構大事だったと思うけど載らなくてマジでよかった。まあまあそんなこんながありますよっていう感じですね。なんか思ったより近いですね自分が言うのはあれだけど、今パイプで戻ってて思いましたね。結構引いたけどやっぱ近いなっていう。しかも引くとき楽ですよね、あれがあると。石油コークスとかいらないやつあったよな今。この葉っぱも間違って虫ってやつか。でこれもいらねえな。よしよし、オッケー。葉っぱもリサイクルするんだ。これか。よっ。いやー、まあ、誰でも失敗するんで、なんかこれ見てる人は、失敗してても落ち込まない方がいいと思います。後々笑って喋れるんで。そうですね。自分がやったミスって何に例えたらいいんだろう。金融システムで日本の金融機関が使ってるネットワークがあるんですけど、語弊があるかな。まあでもそんな感じのがあるんですけど、そこの関東とちょっと東北半分ぐらいのシステムが全部異常終了しちゃう。で金融システムが崩壊して残高がおかしくなるっていう感じのミスですね。まあ今考えると大事ですね全財産なくなっちゃいますからね。金融システムが使ってんで銀行の残高がおかしくなるんですよね。まあまあいいや。
うん、うん、まあまあまあなんとかなりましたよ。あれは本当に気分悪くなったなね。もう始末書レベルじゃないですよね。時系列で報告書書いて、まあいろんな部署があるんですけど、あれを失敗したのは僕ですみたいな感じのなんだろうな、挨拶回り挨拶回りという名の、なんだろう、たらし首なんて言えばいいんだろう。まあまあまあ、そういうのをやって、あれ僕ですっていう感じのを、各部署に挨拶で回ってくっていう、あれ僕です、すいませんっていうのを、各部署に挨拶で顔出して、その時の課長代理さんと一緒に回る。課長さんはさすがに一緒に回ってくれなかったんですけど、まあ自分の顔も見たくねえって感じで、なんでこいつと一緒に回らなきゃいけねえんだみたいな。まあ担当者の課長さんはそんな感じで、あれ僕ですっていうのを課長代理と一緒に各部署で、はい、誠に申し訳ありませんと。で、まあみんなよその部署の人間を怒ることはできないから、いやいやまあまあまあ誰だってミスあるからね、頑張れよみたいな。お前辞めるなよこれで仕事とか、そんなあったかい言葉をかけてくれる方もいれば、いやほんと大変だって、あの日記念日だったからね俺って、まあまあ冗談交じりですけど、まあ本気なのかなって内心思いながら、そういうこと言う人いたり、なんだろう、本当に蒸し返して申し訳ないけど、なんであんなミスしたのって言って、いや自分でもちょっとよく分かってなくてって言って、こうやるっていうことは分かってたんですけど、なぜかあの時はそんな感じでしたみたいな。マジかよっつって、じゃあまたやる可能性あるってことっつって、いやもうあれはやらないですと、もう自分はやりませんと、自分しかいない状況でも他の人にしてもらいますと。まあまあ作業的には簡単なんですけど、なんだろうな、まあまあ難しいですね説明が。まあめったにない作業だし、簡単なやつなんで、なんだろう、ツール化もしてないようなやつなんですよね。まあだけど重要だったらツール化しろよって話なんですけど、まあそれもそう簡単じゃなくて、でかつ気軽にそうならないようになってるはずなのに、その時はタイミングがいろいろ重なった上、自分がありえないミスをしてありえないミスをしてできないことができちゃったっていうのが真相なんですけど、まあだけどその時にそれをやろうと思えばできるよねっていうのは誰でも知ってたんですけど、まあまあまあ誰でも知ってたっていうか、そのシステムをいろいろメンテナンスとかしてる人だったら知ってたんですけど、まあ誰もしないよねっていう感じですね。いやー、俺もうテロリスト扱いされるんじゃねえかとか一瞬思いましたもん。いやこの話カットしようかな。いややめとこう。まあまあまあ誰も見てないと思って。よし、うん、うん、懐かしい若気の至りですよ。若気の至りで表現当たってるか。まあ少なくともわざとじゃないんで。よし、楽々ですね。やっぱ最初から地盤があるといいですね。で次作るのがゴムだから、でゴムができちゃえばもうあとは楽々に。ああ毒を出してますね。めっちゃ速い、めっちゃ楽。いちいち距離測んなくていいよね。これ本来このポールがなかったらこうやって引いて、こうやってどこまで引けるかってこうガーって引いていって、だいたい40ぐらいになったら一旦消して、ここにポールを立ててもう一回後ろに戻って、こうやってピッてやってこうやってやるっていうのをやるんですけど、
こうやってもう本当に小さい頃にやったひらがなの線をなぞる感じですね。添えるだけですよ本当に。でこれでどうしようかな。ここら辺に折れるやつやっちゃうか。ここね。あ、これいっぱいなのね。よし、できた。そしたら間違って入らないようにして。あれこれ動いてなくない？なんで？最大流量300。あ、パイプラインかこれ。違う、こっちだ。これがなんで動いてねえの？ 240。あ、そっか。もう製造が止まってんのか。ちょっと待って。ちょっと気になるな。違う。あれ？こいつの横に。あ、そうそう、こんな感じで。あ、できてる。あ、できてるね。そうそう。ちょっとした段差。まあいいや。よし。よし。で、これは、ここがプラスチックを作ってて、向こうで、廃重油を取って奥でなんかやってんだよね。で、ここも同じ感じでやっちゃいますか。この同じ機械を並べないといけないんだよね。確か。1、2、3、4、下から数えた方が早いな、多分。3枚か。3枚3枚。あ、7枚。同じか。じゃあ向こうに奥行き3枚の、3枚じゃん。7枚。奥行き7枚の、横に何枚だろう。とりあえず10枚。よし。で、ここも引いとくか。ここは9枚だよね。9枚。よし。よし。できた。したら、なるべく、中央、ここ寄りで、ここにお尻を向ける感じで、間からまた取るって感じのやつやるか。これでゴムを作る。なので、出るのはこっち側で、なんかこだわりがあるのか、こいつ。ちょっとこうか。よし。で、縦が6台ぐらいいける？置ける？あ、6台。半分ちょっと出てるね。ああ、6台でいいのか。で、これが何？入り口？こういう時ってどうやって調べるんだろう。これ入り口だよね。このマーク。出口ってなんか、出るよ、こっからみたいな感じになってるよね。あ、出るよってなってんね。よしよしよし。そしたら、ここで、ちょっと1マスぐらい開けて、あそこの、ここのラインから。で、そう、ここ。いや、なんでマウス動かした。で、これを反対にして、また6台。なんで赤くなった？材料が足りない？あー。コンクリートか。6。コンクリートと、モーターあんまり使わないけど、一応ワンスタックは取っとくか。こっから落ちたら食らうのかな？通して、なんでしゃがんでか。ああ、これか。おっと、この上からか。よし、コンクリート材料取りに行くか。おっと。よし。マジでハイパーチューブ
一度引いちゃうと癖になるね、これ。ほんと癖になる。よし。ガンガンにやっていって。もういいね。なんか節のたんびにちょっとガクって動くのがなんかあんま好きじゃねえけど。うん、いいね。お、ちょっと上り坂だったのかな。あ、そっか、ベルトコンベヤーもどっちみち引かなきゃいけねえのか。今のうち引いとくか、戻るときに。うん、なんかちょっと遠いって感じだよね。例の石炭発電所までは全然半分ぐらいかな、道のり。そんなことないかな。半分は言い過ぎかな。うん、いやでも楽。俺これだけなければよくベルトコンベヤー引いたな。やっぱね、下りは早いよ。よし。モーターワンスタック取って、鋼鉄の、香料はたくさん取っとくか。多分1000じゃ効かないんだよね。4、5、6、7、8、9、1800。多分こんぐらいあれば十分でしょ。でも、モーターはこれ上か。よし。モーターパンパンになってるけど、パンパンになってるとこ申し訳ないけど、ちょっといただきますわ。ワンスタック。よし。これでぐいぐい動いてるわ。ローターがな。で、パイプはあるし、大丈夫だね。銅のシートもある。今のうち取っとくか。ワンスタックずつ取っとくか。使うんだったら。銅のシートって何気に補充遅いんだよね。だけどガンガンに詰まってるな。だけど銅のインゴットがまだ使われてんだよね、大量に。今銅のシート取ったからかな。あとコンクリートのやつはこれでしょ。1番目のこう入って向こうの近くまで。初ハイパーチューブ、地面に直引きっていう。ここか。こっちね。で、こう。100個使う。140使うのか。いや、60使って、なんか40。まあ、いいか。いや、もうワンスタック取っとこうかな。もうワンスタック取っとこう。製造ライン作んねえとな。よし、あれ違う。倉庫。こっちか。そう。ゴムの倉庫作んないとさ。ゴムの倉庫ってこれの上に作っちゃうね、これで。後ろで入れるやつで。で。で、こっから。
あ、ここら辺からちゃんと2段引いてるね。2段っていうか前もって準備して引いてる。こうやって、あれ、そう、こうやって何気にこれの準備を